実録違法連チャン機のヤバい話で盛り上がりましょう。常識を焼き払う爆音の告知音。敗北の淵で出会ったその代は救済か、それとも破滅への招待状か。平塚1295号線裏物の熱風に脳を焼かれた男たちの記録。ドカーンの一撃にあなたの理屈は通用しない。パチスロ連チャン亀裂伝第28回4号機裏物ボルキャニック V25 ドカーン。この告知にやられた方も多かったのではないでしょうか。マックスアライドには珍しい完全告知だったんですよね。たまに打っていた記憶が残っています。なんでたまにだったか。反対側に大好きなブルドッグボスが設置されていたからですよ。神奈川県の平塚市国道129号沿いのパチンコ屋さんで楽しんでましたね。大体はブルドッグボスんでやられてからハマり台で一発逆転を狙って思惑とは裏腹に爆死してしまう、そんな勝負をひたすらに繰り返しましたね。勝ったのなんて1回じゃないですか。そもそもがブルドッグボスでやられてから再移動してるのです。モチベーションが落ちまくってるところからスタートしているので評価のハードルも高くなってるんです。からのどかです。やっと当たった感が脳に焼き付いてしまいます。完全告知台にまだ抵抗があった時代に打っていたのも評価が下がってしまった要因でしょう。これがハイビスカス系の先告知全盛期に打っていたらあの告知の衝撃に脳をやられていたかもしれませんね。第3ボタン停止後の衝撃告知も楽しいと思います。しかし当時は衝撃告知の先輩には電撃やら太郎やゴールデンベルやロイヤルエースなどの名機揃いだったんで厳しかったでしょうね。おまけに店内のライバル機がブルドッグボスじゃインパクト低めだったのです。逆に衝撃告知が楽しいなんて感想も聞きました。ノーマル台に慣れてる人が突然発狂告知の連チャン機に触れたらインパクトは特大でしょう。私は少し裏基盤台に脳を焼かれた後だったのですでにワクチンを接種済みだったのです。裏物に熱中しすぎて免疫があったんですね。メーカーのマックスアライドに関しても語りたいことがたくさんありますので引き続き動画説明欄で解説していきます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。